よし。じゃあ今日はこのね、桜と思われるやつを植え替えしていこうと思います。まあね、鉢をねちょっとどうしようかね悩んでたんですけど、こっちにするか、よいしょ、はたまたこの前のオンラインセリチで買ったこっちにするかね。合わせながらちょっと考えてみようと思います。とりあえずやりながらいきましょうか。じゃあこれをね出しながらちょっとねやっていこうかと思います。僕もね桜だとは思うんですけど、これ何なんだろうな、多分桜だと思うんですけど、葉はね、切ってあるんでちょっと違う形してますけど、でも本来こういう長いやつですね、この長い葉っぱのやつがこう全体にあるような感じになってます。よいしょ。でそうそう、植え替えするにはね本来ちょっと早いんですよ。もう2週間ぐらい、今9月の上旬なので、真ん中ぐらいから末ぐらいまでの間にやるのがねいいんですよね。桜もね、バラ科の植物で、よいしょと、春にやってもいいと思うんですけど、一応ね根の病気、こう根がねこうなんて言ったらいいんだろう、ボコってなんかこうなんて言うんですか、あれ丸くね太っちゃうような根頭眼腫病っていうのがあって、それがね、あったかくなるとその原因となる菌が活発になってきて、で、寒くなるにつれて活動がね緩くなってく、しなくなってくらしいんで、秋の方がいいっていう理由なんですよね、植え替えね。で、同じバラ科の植物の中でもうちにあるのだと、よいしょ、梅だったりとか、あとはかりんですね。この辺は春に植え替えて全然 OK と。なんか病気に強いんでしょうね、きっとこの2つ。よいしょ。あとは桜と同じような感じで秋にやった方がいいのがこの街道ですね。街道とか、うちにはないんですけどボケ長寿梅ですねとかも秋の方がいいと。よいしょ。でもね個人的には春に植え替え本当はしたいんですよね。秋に植え替えするとある一定しかこうね伸びないじゃないですか。もうそのちょうどいい温度の時期が少ないからね。でそこに比べて春だと結構無茶して根を切ってもこれから根が伸びる段階なので、なんかやりすぎちゃってもちょっと大丈夫かなって感じなんですけど、秋はそんなにね切り戻せないから、春の方が楽かなとはいえね、やっぱり毎度のことながら安全を考慮するなら秋の方がいいかなってとこですね。春にやったから必ずあの病気にかかるってわけでもないし、秋にやったからかかりませんっていうわけでもないので、十分に予防しながらやればどっちでもいいのかなとは思いますけど、でも春にねこういろいろ植え替えてこういろんな木やるので、できればねゆっくり秋にやりたいなっていうのをこっちに回してますね。結構ね回ってますね。桜はね昔なんだっけかな、あれ四季咲きの桜、10月桜かな、10月桜かなを買って、桜ってね水切れに極端に弱いので一回やっちゃうともうね行ったっきりで帰ってこないんですけど、それでやったっきりちょっとうちの棚じゃ無理だなと思ってたんですけど、最近やっとね、水の管理も相変わらず、腰水でこうなんとかしてる感じなんですけど、できるようになってきたので、なんとかね桜もやれるようになってきました。はい、こ
これもね最初は全然こんな太くなくて、これ2年ぐらいだったかな。一番最初のはですね、そうだな、ほんとこのもみじのこれぐらいの細さでしたね、持ってきたところはこれぐらい。それがこんな感じになりましたね。結構早く成長する感じですね。ちっちゃいのって結構早くあるからね、面白いんですよね、その辺はね。やっぱスリット鉢に植えてただけあって、あんまりこう一つの根がこうグリングリン回ってる感じじゃないですね。結構まんべんなく伸びててやりやすい感じです。あ、何かと思ったらネット出てきたこんな中間のとこにネットあった。よし、じゃああとまたほぐしていきます。さあ問題はこいつをどうするかなんですよね。こいつをこれどうしようかな。あえてこれ残しとこうかな。普通だったらこんなビヨンって出たの切っちゃう。でもな、切った方がいいか。変な形だしな。ハサミでいけるかな。まあこの方がいいか。この方がこういうとこに対してね自然ですよね。まあまあそうしておきましょう。あとはちょっと太すぎるところを少し落としつつ、太いなこの辺。ここばっか伸びてもしょうがないんだな。はい、少し枝分かれっていうか根の分かれてそうなところまで切り戻して、これあんま長いとね結局どっかこれに対応する1個上の方のどこかがこの下の根っこのこれに対応する、上のどこかがミヨーンって伸びるだけなので、いきなりボンと全部ね根元までいかなくていいと思うんですけど、どっか分かれ目のとこで戻してあげるとあと楽かな。とりあえずこんなんでいいでしょう。でですよ、こっからですよ。鉢どっちにしようかね、ほんと悩んでて。一応最初はね、この森清さん、字がちょっと見えないかな。見えないですね。森清さん、この前のオンラインオークションセリ1で落としたやつの鉢を考えたんですよね。イメージとしてはこういう感じですね。こういう感じなんですけど、この桃水の鉢もいいかなと思ってて、こういう感じかな。でもそうだな、形やね色からするとねこれなんですけどね、これなんですよね。こっちの方が多分かっこいいんだよねでも鉢のねこのなんていうんですか、風合い、この感じがね、どうしてもね若いんですよね。一色でベタ塗りって感じだからしょうがないと思うんですけど、こういうねちょっと味のある色の方がね僕の方は使いやすいんですよね。で、鉢を育てるっていうことで使っていく間にだんだん時代が乗る、汚れるっていう感じですかね、少しねなんですけど、やっぱね鉢って言っても買った時の印象まんまだと思うんで、これから、もうやってる方はそんなことないでしょうけど、これからやられる方は鉢はできるだけもう元の状態でかなりこう木にね合わせて、なんていうんだろうな、そこそこ値段のするものを買った方がいいかなと僕は思います。本当の最初の最初はなんていうんだろうな、
1つね、1つというかまあ3つで1000円とかいうのを使ってもいいと思うんですけど、やっぱねちょっとどっかで限界くるんですよ。どっかでどうしてもこうある程度は渋くなるようなね、いい鉢を使っとかないと、まあなんて言うんだろうな、鉢と木が合わなくなっちゃってくるんですよね。まあ、例えばこれこの前買ったね美芸の鉢ですけど、これほらやっぱ味があるじゃないですか、もうそもそも。でそれに対してこういう風になってくるとちょっと若々しすぎるかなっていう感じもあるので、まあ、未生で育ててる黒松がこれがもう3年もいかないか2年かこれでですけど、まあその辺ぐらいからもうすでにこういう鉢に入れといた方がなんかかっこいいなっていう感じなので、まあそうだな、やっぱあんまりそのなんて言うんだろう、昔ながらの盆栽っぽくね、こういうのとかああいうのみたいな古くて高いやつっていう感じじゃなくてもいいと思うんですけど、そこそこはこう味のあるやつを最初に持ってた方がいいかなっていう印象ですね。まあ、もちろんポップな盆栽を作りたい場合は逆にこういうね色のこう綺麗なやつを買った方がいいと思うんですけど、そこはこう自分の作るものに合わせて好きなタイプを買えばいいのかなと思います。まあ、今回はこれで。これもね多分ここの足にね釉薬かかんないに綺麗にかかってればもうちょっとこういい感じなんでしょうけど、まあそれはしょうがない。やっぱこっちだな。こっちの方がね味があってこう合うんですけど、形が何せねちょっと合わないな。しょうがない。じゃあこのままあとは普通に鉢に固定して止めてきます。で一応バラ科の植物なので最後にちょっとラベル剥がれちゃって分かりづらいですけど、もう完全に破れてるな。マイシンストレプトマイシンだったかな、ちょっと正式名称わかんないですけど、マイシン殺菌剤です。で根を、鉢ごとね僕の場合はこうズボンとね入れて消毒してます。消毒とか殺菌か。でそれをすることによって根頭眼種病を予防しましょうと、そういうことですね。またいつも通りゴロ土をちょっと入れといて、僕の場合は大きめの桐生綱ですね。あ最近ね花織さんのところでこう盆栽を買うようになったんで、ちょっとねなんか関東っていうのかな、東の方って言った方がいいのかなは用土にこう絶対赤玉土を入れるんですよね。こんな感じで、桐生砂は混ざってるんですけど、ほぼ赤玉土なんですよ。ただ僕の場合はこうベランダの環境的にですね、ベランダの環境というかあと自分の生活スタイルがあるので、ちゃんと乾いたら水をあげるっていうのがどうしても完全にはやりづらくて、どうあれやっぱりですね水多めになるんですよね。腰水したりしてますし、だから乾きやすい方が本当はいいんじゃないかなと。水持ちはもう無視して、水持ちは腰水でこう担保するとしてですね、帰ってきた時にさっと乾くようにした方がいいんじゃなかろうかと思ってて、そうなると川砂をメインに使った方が本当はいいのかなと思うんですけど、どうなんでしょうねそれは。ど
どうしてもね水多めでなんかこう土が悪くなったりするので、肥料の残りとか、水分が多いことによるねなんかカビっぽいのが出てきたりとかしちゃうので、そっちの方がいいかなとは思ってるんですけど、ねえ浮くな。ちょっと待って、両方止めた方がいいか。ちょっと一回出そうかな。もったいないけど、裏側だけ止めてたんですけどやっぱ足りないな。両方やろう。もう一本通します。はい。ちょっと止まりがね甘かったので両方止めることにしました。はい、こんな感じです。でここにもう一回、ちょっとこれ入れづらいからな、拾って入れてもいいんだけど、拾って入れるか。少しもったいないから。あダメだ。ほんと3.8 ダメだな。なんでこんな苦手なんだろうな苦手なんですよ。ほんと苦手。3点だからね、こう 4点で止まってるやつとか四角ですねとか、こういうベタッと止まるやつじゃないとねほんとダメなんですよね。そういう意味で使い勝手は明らかに普通の感覚で言うとダメなんですけど、こういうペタッと止まる無アンバチが大好きですね。こういう状態で止まる、これが大好き。ちょっと皆さんもこのコロリンコにね気をつけてもらってほんとダメだな。いや置いといてもね風でやっぱりねこう3点、これそもそもバランスそんなにいいわけじゃないのか。しょうがない。はい、これでできました。気をつけてくださいね。はい。で最後に消毒をして終わりですと。あれどこ行った？溶剤どこ行った？あったあった。だいたい1000分の1ぐらいに薄めて使いますね。でも僕結構適当なんですけど、1000分の1なんでねほんとちょっとでいいかなって感じですね。1000倍に薄めるんで1リットルは何ミリリットルだったっけわかんないや。ちょっと計算して入れてください。でこう水で薄めて、あんまり濃いと薬害が出るから本当は気をつけた方がいいと思うんですけど、とりあえずこんぐらいの色にしといてですね、こんぐらいでつけてて、それによって木が弱って枯れたってことはないと思うんで、なんかこう目分量でも見た目で判断していいかなと思うんですけどね。本当はやった方がいいですよ。本当はちゃんとこういうのね。でこのまま入れますと。はい。でこれで根を消毒して、最初の水やりでみじんも出して、これで完成です。で大体これでね、僕はそうだな、2、30分ほっといてますね。10分か15分ぐらいでいいと思うんですけど、その間にその辺の片付けをして、で終わらせるっていうパターンですね。じゃあこんな感じに仕上がりました。こんな感じになりました。やっぱ形としてはね、やっぱこの鉢の方がかっこいいですよね。この木の雰囲気に合ってますもんね。あとは鉢をこのねテカテカの部分がうまいことくすんでくるぐらいまでこう使い込んであげれば OK と。で木はそのまま
そうだな、まあゆるーく模様着にするような感じで作っていこうかなと思います。はい、というわけで、今日はね桜だと思われるものの植え替えやってみました。そうだな、この季節、結構いろいろできますんで、是非ね植え替えで楽しんでください。いいな、鉢買ってよかったなやっぱりよかったよかった。はい、というわけでまた次回、そうだ、次回予告なんですけど、次はですね、一応もうこれやろうと決めてまして、あれどこ行った？あった。次もみじ植え替えようと思います。昨日ね買ってきたんですけど、このどっちにしようかな。123とあって、2か3、こっちかこっちですね。中くらいか一番小さいのを、このまたね市川さんのね鉢来ましたんで、この銀色の鉢に入れさせてもらって、こういう感じですね。で残り2つを、さっきお見せしたこれにね入れていこうかなと思ってます。本来だったらね春やるべきなんでしょうけど、やっぱりねこう鉢と木と揃うとやりたくなるもんなんですよなんでちょっとやっていこうかと思ってます。もしかしたら順番がね若干前後して違うことやるかもしれないんですけど、それもやりますんで楽しみにしててください。はい、今日はありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。